はい、こんにちは。ちょっと久しぶりのポッドキャストになっちゃったんですけども、実は昨日ポッドキャスト収録をして、で15分ぐらい喋ったところで、なんか自分が何喋ってるのかわからなくなりすぎて、一旦止めちゃって、でそのままもういいやと思って、その収録した音声はボツにして、ちょっと改めて次の日、今日また撮ってます。たまにこういうこともあります。昨日一昨日が若干メンタルが沈んでた時で、やっぱ月に1回ねこういう日があるんですけども、それでもできる限りで仕事したりとか、でも休むの優先でやったりはしてるんですけど、だから昨日、そのまんまの思いを取ろうかなと思ってたんですけど、あまりに自分が何言ってるのかわからなさすぎて、大したことは話してはないんですけど、もういいやと思って一旦やめちゃいました。でも昨日頑張って N1 の1時間の動画を上げることができたので、そこはちょっと達成感ですね。N1 のまとめの動画1時間なんですけど、作るのに意外と時間かかるんですよ。あれって今まで上げたものをまとめてるだけなので、音声はもう一回入れるんですけど、まとめるだけだから、そのスライドを作ること自体はそんなに難しくないんですけど、番号を振り直したりとか、あとは解説をね全部入れてるとすごい長い動画になっちゃうんで、解説はカットしてっていうのを、ちょっとお友達にお願いしてやってもらって、もうあれ自分でやってると、私って一つの作業やってる時にいろんなこと思いついちゃって別のことやったりして終わんなくなっちゃうんですよね。これ私の性質なんですけど、だからああいう作業は自分ではやらないっていう風に決めてて、もうすごく丁寧にやってくださるお友達がいるので、お願いして、でそれをやってくれたから、よしじゃあ今から録音するぞと思って、でもそれもなんかうまく録音ができなかったというか、自分の喋りがもういまいちすぎて何言ってるかわからなくなっちゃって、頭が回ってなかったんでしょうね。で1時間撮り終わった後に、さすがにこの動画出せないなと思って、一回休んで、もう一回次の日に撮ったのを昨日上げたんですよね。本当はねもうちょっと早く上げたかったんですけど、っていうことがありました。今日はなのでね、この流れでちょっとメンタルについて話していこうかなとは思うんですけど、私は全くそういう精神的なもの、メンタルとかね専門家でもないし、全然詳しくはないんですけど、私の考えとかそういう、自分自身の状況とかっていうのを、初めてこういうとこで話そうかなと思います。結論、正直めちゃくちゃメンタルは安定はしてて、すごい私ってメンタル強いんですよね。だから基本的には元気だし、女性ってやっぱりいろいろあるじゃないですか。前もねポッドキャストで1ヶ月前話してた、そういう時期、私これ多分ね毎月この話題話しちゃうかもしれないね。月に1回こういう時があるとね。ただ私はやっぱありがたいことに比較的そういう波がないのかなっていうのは前から思ってて、やっぱり、女性って月の半分以上がそういうメンタル不調とか PMS だよね。ってなると、もう生きてるうちの半分以上とは言わないけど、それぐらいやっぱり不調な時が、男性もそういうのあると思うけど、あるっていう形で、結構ね私の周りにも、そもそもやっぱ精神的な病気の方って今すごい多いですよね。それはもう本当にいろんなことがある世の中だからしょうがないと思うんだけど、私はやっぱりそうなったら仕事ができないしって思って、そうならないように結構日々頑張ってるというか対策はしてます。うちの家族とかね、
そういうメンタル不調な方はいないんだけど、みんなね頑張り屋ですごいきついこともあると思うけどね、みんな頑張ってるんですよね。私もね結構小さい時からきついこととかあったけど、頑張って立ち向かっていくタイプだったので、めちゃくちゃ今メンタルが強いんですよね。こういう情報発信とかしてるけど、そこで何か心が折れたりとかもう嫌だってなることはないんだけど、やっぱり月に1回こういうメンタルが落ちる時はあります。でもそこで大事なのは、それどうやって自分の機嫌を取るか、どうやって対策するかだと思ってて、周りになるべく迷惑はかけたくないから、周り頼るのはもちろん大事だと思うんだけど、そうならないようにやっぱ気をつけてるのは、本当に基本的なことなんだけど、食事と睡眠と運動なんですよね。もともと私運動は本当好きじゃないし、引きこもりだし、一人の時間が大好きで、それでも散歩は体、精神的にも肉体的にも一番の治療薬だみたいなのをね、いろんなとこで言われてると思うんだけど、私も本当にそれはそう思う。お散歩は好きだからね、それは毎日やるようにして、ただ、体調が優れない時、今日昨日おとといはさすがにあんまり歩いてはないんだけど、で私結構経営者とかインフルエンサーさんの SNS もやってるんだけど、そういうもともとダイエットを教えてるプロの方だけど、そのメンタルケアとか、そういうのもね教えてる経営者兼インフルエンサーの方がいるんだけど、その人の SNS もやっていて、そこで結構そういう勉強になってね、参考にしたりはしてるんだけど、やっぱり本当基本的なことなんだよね。食事、睡眠、運動、必要があれば専門家とかプロの力を借りるっていうね。私はそういう病院とかは行ったことはないんですが、もう睡眠は取るようにしてます。やっぱ怖いから、自分がそうなるのがね怖いので、私はたくさん寝るタイプなので、睡眠はたくさん取るようにしていて、で食事もやっぱ気をつけてて、朝昼夜しっかり取るのは当たり前で、食事の内容も結構気をつけてます。朝は必ずご飯にしてて、で味噌汁と納豆と梅干しかな、基本的にはそれを食べてます。でも好きなものを食べるのが一番だから、パンも食べるし、何も食べない時はないけど、食べたい時はパン食べるかな。でもパンの中にマーガリンが入ってるものは食べないようにはしてます。バターがいいから、そこはね選んでます。小麦も良くないとかね、そういう人いるんだけど、でもそのプロの人も言ってたけど、やっぱ極端に何々が良くない、我慢するっていうのは良くないから、別にたまに食べるなら全然問題ないし、食べたいものを食べるのが一番なんでね、食べ過ぎるのは良くないけどね、やっぱ健康的なものだとしてもそれを食べ過ぎるのも良くないから、例えば納豆とかも健康にいいし美味しいから、特に女性とかね、日本人って納豆大好きじゃないですか。私も本当に大好きです。好きな食べ物ベスト10には入ります。ちなみに好きな食べ物ナンバーワンは私はイクラです。これは小さい時から変わらない。リリの一番好きな食べ物イクラっていうのは常識なので、2位はね明太子かな。明太子が大好き。3位は私ねマグロがね、好きなマグロとそうでもないマグロがあるんだよな。だからマグロはね意外とね6位ぐらいかもしれない。3位はねなんだろう、肉はね多分ねそんなに上位には入ってない。魚は好きなんだけど、肉は健康のためには食べるけど、好んでもう大好きってわけではないかな。でも焼肉は大好きだけどね、ステーキも大好きだけど、
なんか急に食べ物ランキングになんかいきなり入っちゃったけど、3位なんだろうな。何食べたいってなったら、でもやっぱ納豆来るかもしれないな。納豆大好きだからな。あと鮭とかサバとか、ご飯と、結構お酒もね好きだから、そうおつまみ系も好きなんだけどっていう形で、何の話をしてたんだっけな。急に好きな食べ物ランキングが始まっちゃったんだけど、そう健康のねために朝ごはんはこれを食べてますって言ったんだ。そう朝ごはんは必ず食べる。でちゃんと水を飲む。あったかい飲み物を飲む。常に飲めるようにポットに入れて、あったかい飲み物は飲むようにしてます。でちょっと仕事をして散歩に行きます。お昼はね、ダイエットの観点からもあんまりがっつり食べない方がいいって言われてますよね。私もあんまりがっつり食べようと思ってない。そもそも、外食しないし、お昼はだから、スタバで買ってきたパンとか、あとはお弁当買って食べてたりする。でもお弁当はあんまり買わないな。あんま考えてないんだよな。なんかがっつり食べることがないって感じかな。で夜はやっぱりご飯と肉、魚、サラダとか、あったかいもの食べたりとかっていう風に結構食事には気を使ってて、でも気を使いすぎるのもあんまり料理とかね得意じゃないんでストレスになっちゃうから、そんなにすごい細かくは気を使ってはいないんだけど、やっぱそれは肉体的にも精神的にも安定するため、あと仕事でいいパフォーマンスを出すために意識はしてるかなっていう感じで、夜ご飯食べた後に行ける時はジムに行ったり散歩に行くけど、行けない時の方が多いですね。そもそもねそんな毎日行く必要はないから。でちゃんと寝る。であと、自律神経整えるためにねお風呂入るのがいいですよっていろんなとこで言われてるし、私もお風呂は大好きなんだけど、毎日お風呂に入ってる時間はないので、3日に1回、夏は1週間に1回とかしか入らないですね。お風呂はシャワーは浴びるけどね。そんな感じで、あとはもう自分のやること、やりたいことをやり続ける毎日でメンタルを安定させてるのかな。それでも私やっぱ毎日ねタスクを立てて仕事をやるんだけど、できないことの方が圧倒的に多いんですよ。やるべきことがたくさんある中で、一個一個ねできたらタスクを潰してってやっていって、全部 100% 終わることってなくって、それは私がちょっとサボってる部分もあったり休憩してる部分もあるからなんだけど、でもなんかそれを今日もできなかったって考えるとメンタルが落ちちゃう、気分が落ちちゃうから、そうじゃなくて寝るときは自分ができたことを考えて寝るようにしてます。今日はこれできたって、それは必ずやってるかな。で次の日何するかっていうのをもう一回チェックして、結局ねやっぱり自由っていうのが一番だなっていう、メンタルを安定させる。それは仕事もそうだし、やりたいことをやりたい時にできるっていう。ただね、なかなかそう自由に何でもできることってないじゃないですか。やらなきゃいけないこと他にあったりとか、あとは寝なきゃいけないし、そこでもたまに睡眠時間を削って朝までやるっていうことをやる方が私はメンタルが安定することがあるから、それでもね2週間に1回ぐらいなんだけどね、それやりすぎると生活リズムもおかしくなっちゃうし、睡眠時間がちゃんと取れなくてやっぱりメンタルがね落ちちゃったりするかなと思って、でもやっぱ自分の溜まってたタスクをもう絶対今日までにこれをやりきった方が気分的にもいいってなると、それをやるようにはしてるかな。あとは毎日 R1 を飲むようにしてるのと、乳酸菌をね、なんか R1 とかって
その風邪ひかなかったり免疫上げる効果もあるけど、毎日飲まないとああいうのってあんまり意味ないらしいので、ほぼ毎日飲むようにはしてるかな。あとは水をたくさん飲むのと、カフェインは毎日2時、昼過ぎの2時までには飲むことと、あとは自分の食べたいもの、飲みたいものは絶対に我慢しないことかな。そんなにジュースは好きではないんだけど、たまにセブンのあれね、セブン限定のマスカットのジュースなんだよな。名前はわかんないんだけど、グレーのパッケージのあれは好きで、唯一あれだけジュースの中で好きで、飲みたい時にあれを飲む。あとは、カフェイン、カフェラテはやっぱりずっとは飲めないから、夕方飲むとね、夜眠れなくなっちゃったりするから、そういう時は、豆乳にお酢のフルーツフレーバーのお酢が売ってると思うんだけど、韓国のミチョっていうやつがね、美しい酢って書いて、それも人気だと思うんだけど、それではないんだけどね、それに似たやつを常に冷蔵庫にあるので、それと豆乳もしくはそれと牛乳を混ぜたものを飲むっていうのをやってるかな。本当に。あとは梅干しが大好きだから、梅のお菓子は常に置いてあって、やっぱり我慢しないっていうことが一番だから、我慢すべきとこはした方がいいと思うんだけど、そういう食べたいものとかやりたいものがあったら、それはもう迷わずやります。お金がもったいないっていうのは考えないかもしれない。お金別にそんなないけど、でも何のために働いてるかって言ったら、もちろんお金のためなんだけど、でもその仕事を結局効率よくバリバリやるためには、自分の好きなものをね、摂取してやらないと嫌な気分になっちゃうので、お菓子も食べたい時には食べるけど、あんまりね、お菓子をね食べたいと思うこともないので、でもそれって実は結構メンタルが安定してるからっていうのもあるらしくって、結局血糖値が急上昇してるとか、あと血糖値が下がってるとか、糖分が足りないとか、やっぱお菓子が食べたくなる人って体の中でそういう何かが足りないっていう風になっちゃってるから、そこを満たしてあげるっていうのをやると、お菓子食べたいとか思わなくなるらしいです。だから私もお菓子を食べたくならないために、そんなに糖分が入っていない飲み物とか、梅干しのお菓子を食べるようにはしてるかな。梅干しのお菓子も食べ過ぎたら良くないと思うんだけど、あんまりグミは食べないようにしてるかも。グミもあったら食べちゃうんだけど、噛むことはねめちゃくちゃいいんだけどね。あとはそっか、朝ごはん食べるもの忘れてた。卵は毎日食べた方がいいので、タンパク質一番いいのはね、温泉卵らしいですよ。でも温泉卵作るのね、意外と簡単なんだよね。あれってレンジで40秒ぐらいでできるから。でも温泉卵あんま食べなくて、ゆで卵よりやっぱ目玉焼きが一番楽だから、目玉焼きは毎日食べるかな。でゆで卵も作っておいて食べることもあるし、プロテインも常にあるけど、毎日飲んでるわけではないんだよな。なんか作るのがめんどくさいのと、プロテインもね、やっぱ、飲みすぎると、あれで痩せるわけでも、あれ飲むだけで筋肉が増えるわけでもないけど、でも栄養があるから飲むようにはしてるんだけど、1日8,000歩歩いた方がいいよっていろんなとこで言われてるし、私もそういう風に SNS は更新してたから、1日6,000から8,000は歩くようにしてるかな。でそこも私別に歩くの好きじゃないんですよ。そもそも外出ることが嫌いだから。だからやっぱ何か目的を作る、カフェまで行く、
あそこで美味しい飲み物を飲むって決めて歩かないともう全然行きたくないんですよね。そこは絶対決めて行くようにしてるかな。やっぱりそういう精神的に安定してると、私もともと甘いパンが大好き、菓子パンが大好きだったんだけど、ほんと最近ねわざわざ食べたいって思わないんだよね。パスタとかも食べるのやめたかな。っていうかパスタに関しては外で食べるパスタはすごい美味しいんだけど、自分で家で作るパスタが全部食べれるけどやっぱ外のに比べると美味しくないから、そんなにパスタを食べたいって思わなくなったんだよね。でもたまに外でチェーン店の五右衛門とか、あと鎌倉パスタとかすごく美味しいから食べたいなって思うんだけど、実際行かないな。だから2ヶ月に1回ぐらいしかパスタって食べないかもしれない。魚はねとても健康にいい良質な油があるから、なるべく毎日、2日に1回は取りたいなと思って冷凍のサバを買ってたりとか、鮭かサバだよね。あとやっぱお刺身、生の魚もいいらしいから、それもスーパーで買って食べたりはするんだけど、なんかねマグロっていろんな種類あるじゃないですか。なんかマグロをね大量に食べれないんだよな。私大好きなんだけどね。自分のメンタルを安定させるために、頑張らない程度にやりたいことをやる、好きなものを食べる、で健康的なものを食べるように意識してると、そういうお菓子とかそういうものがあんまり食べたいって思わなくなるから、マックとかも大好きだったんだけど、あったら食べるんだけど、今は別にマックそんなに食べたいなってそもそも思わない。でもマック食べるから太るとか全然そういうわけではなくて、結局ね本当にそれって、痩せることが正義じゃないし、健康的になることがね一番だから、そんな痩せるだけだったら、ご飯食べなければ痩せちゃうし、でもそれってね、すぐリバウンドしたりとか、もう精神的にもきつくなっちゃうし病気になっちゃうから、やっぱり自分の食欲をコントロールするっていうことがすごく大事だよね、健康的になるには。でも本当病気とかいろいろあるから、それができる人とできない人もいるし、私ももう昨日みたいにメンタルも体調も落ちてる時は、でもそこで何もしないと私さらに落ちちゃうんだよね。だからできる範囲でやるようにはしてるかな。でも昨日はポッドキャストはできなかったし、 YouTube は2日間かけて1時間のものをあげられたし、クライアントさんのお仕事は何もできなかったかな。ちょっとだけやったかな。あとは自分のショート動画、中国の SNS に上げる用のショート動画はスマホで編集をしてたけど結局終わんなかったから、今日この後終わらせてアップしたいなとは思ってるんだけど、今はね本当に復活しました。自分が復活するのは分かってたし、自分をどう扱えばいいっていうのは分かってるから、私も本当自分の目標とかタスクができなかった時ってすごい落ち込むんだけど、もう落ち込んでもしょうがないので忘れて寝る、それの繰り返しですね。誰かに頼るとかね、頼れる部分は頼るけど結局自分でやらなきゃいけない部分ってあるから、本当その繰り返しです。これからね私もいろいろ状況とかもちろん変わっていくと思うし、そうなる時にいろんなまたメンタル面とかそういうの出てきたりするかもしれないんだけど、やっぱりそういう時にね忘れがちなもう基本的なこと、睡眠、食事、運動、あとは我慢しないっていうのを忘れずに、あと人に頼るっていうのを忘れずにやっていけたらいいなとは思うかな。結構 YouTuber とかさ、インフルエンサーさんで結構心の病気あったりとか、そういうのね公表したりしてる人いると思うんだけど、私は全然そういう立場ではないけど、でもなんか気持ちはわかるというか、
なんかやりたいのに、発信したいのにそれができなかった時、でもそれは自分のメンタルが落ちてるからできない、でもできないことによってさらに落ちるっていう、その負のループがすごくわかる。私はそう何日も続くわけではないから、会社員の時も家でできたからすごく良かったなと思って、もうそもそも毎日出社だったら、耐えられなかったですね。実際耐えられずに電車で倒れたりとかそういうこともあったけど、もう会社員の後半の4年ぐらいはほとんど在宅で仕事ができたから、そこはすごく良かったなと思って、今もね、ある意味自由で働けているけど、自由である分できなかった時のストレス、やっぱ自分に厳しいとそれができなかった時がねストレスになっちゃうんだけど、それを許してあげるっていうのが必要なんだよね。それでもね、やっぱその状況の時は難しいんですよ。なんで自分はできないんだろうって、なんで動かないんだろうっていう風にね、なんでうまく喋れないんだろうって、でもこれをアップロードはできないしって、あと今の自分こんな見た目でカメラ映れないしうまく喋れないしって、でクライアントさんのメッセージの返事とかももう今はできないと思ったりとか、それでもやらなきゃいけない時はもう手を動かすしかないですよね。やっぱりでも自分のコンテンツの場合はそれをアップロードして嬉しいコメントが来たりとかすると、それで私は心がすごく軽くなるかな。もうね、みんな戦ってるんですよね、この世の中と自分の状況と。それはどんな人でもそうだと思う。もうお金持ちだからそうじゃないとかじゃないと思うし、だから、今日はポッドキャスト結構ペラペラ喋れたけど大丈夫かな。ってねやっぱ難しいし、間違ったこと言えないけど、私大したこと喋ってないから間違いも何もないんだけど、でも悩むのは挑戦してるからだなって前向きに考えるとね、それは思うし、でも本当に落ち込んでる時ってアニメ見たい、漫画読みたいとかも思わないんだよね。でも見るけど、そうすると面白くて元気になるんだけど、なんかもうテレビをつけるまでがちょっとめんどくさいみたいな、もうベッドでずっとゴロゴロしちゃうってね、私も全然そういう時はあるので、もう毎日毎日仕事をバリバリやってるわけではないし、本当支えてくれる家族とか友達とかね、応援してくださってる皆さんとかにはめちゃくちゃ感謝だし、でもメンタル落ちてる時はね、それすら考えられなかったりするけど、もうそこは結局続けていくことが大事だからね。そこで終わりじゃなくて、そこで一旦休んだとしてもそれで全部終わるわけじゃないから、長期的に考えることがすごく大事だなっていうふうには何事にも思うかな。ビジネスだけじゃなくていろんなことをね、長期目線で考えていくっていうのはすごく必要だと思う。短期的な目標も大事だけど、長期的にどうなりたいか、最終的にどういうゴールなのかっていうのを考えて、そっちに重きを置くと目の前の悩みとか落ち込んでることとかがちょっと薄れるかな。今ちょっと休憩してもいいやって、それが別に1日でも何日でも別に1ヶ月でもいいから、でも長期的に自分はこうなりたいなって、それが長期的だからもう何年の何月何日にこうなるって決めるのは難しいと思うから、何年後っていうふうに決めたとして、そのために、たまには休憩するのもいいじゃんっていうふうに私も思えない時もあるよ。それが今何にもしてない、何もできてない、やばいやばいって、なんかもう負の考え方がね、そういう時はもう休むしかない。そうしたらこんな感じで元気になるし、なので私もまた今日から頑張っていこうと
思います。はい、じゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございました。